皆さん、見てください。じゃん。朝起きたら、こんなことになってました。ここまで進んでました。なわけないよね。というわけで。ですね、ここまで編み進めました。はい。ですね、結局あれですわ。柄のね、そのまんまをこう色を変えてってね、3色でこうやって交互に編んでって、こんな感じで、ここまで出来上がりました。この後、こう白をね、ちょっと入れてって、で、全部でまあ25センチですよ。25センチぐらいにしようっつんで、あとまあ4センチほどあるんですけど、白でダーッと編んでって、で、ここで編んだのと同じように、このクロスの、このバッテンの細編みで編んでって、で、最終的にこう紐でね、またキュッとやるっていう巾着ですね。で、それをね、今からね、進めていこうかなってことです。なので、こっからはね、もうあとは普通に編んでいくだけなんで、いや、編めましたよ。ここまでなんとか進めました。本当に。どうですか？どうですか？見えるね。そう、こんな感じ。うん、こんな感じで。でね、これね、喜んでます。喜んでます。とりあえずここまで喜んでます。はい。というわけで、じゃあこの先をね、続けていこうと思います。で、ここで、白いのにね、糸を戻すんで、また、午後、ね、午後に戻して編んでいこうかな。で、同じように編んでいくので、バッテンになるように、ね、こう入れて、上から引っ掛けて抜いて、でも普通に抜いていくだけ。これでずっとね、何段になるかわかんないけど、あと4センチほど。4センチだから結構ね、編むと思うんだよね。いや、ちょっと待って。とりあえず5段編んで、それで様子見ようかな。ね、あれを、紐を通る、穴を開けないといけないので、紐を通す。これでやっとね、あれですわ。この子の寝床ができたわ。ちなみにね、このアミネコさんね、あれ名前あるんですよ。もう、最初からね、名前つけてね、名前ちゃんとついてる、ね。その名前なんちゅうかって言うとね、これ。ね、これ。また、名前なんていうの？名前。デミでーす。そう。デミっていう名前なんです。本当に。これね、何年前かな作ったの覚えてないけど、でも、この子はね、もう最初からね、デミ君って名前なんです。デミ君っつうんだよね。うん。そう。デミ君って言うんですよ。うん。時々ね、これからも出てくるかもしれないけどね。わかんないけどね。うん。よろしく。よろしく。というわけで、はい。それまで寝てて、できるまでね。はい。できるまで寝ててもらって。そう、デミ君って言うんです。これね、またね、あんまり考えて、あんまり考えてなかったんだけど、このチャンネルのね、名前考えた時デミコってつけたでしょ？そういえばデミ君だよね、君、みたいな。私デミコって名前つけたけど、君デミ君だったね、そういえば、みたいな。でね、あれですわ、ちょうどいいわ、と思って。デミ君いつも一緒ですよ。どこ行ったかな、今まで。だから日本も行ったでしょ？去年の旅行も一緒にもちろん行ってるし、とにかく国内旅行もね、ほぼ一緒にしてるし、っていうか、まあ出かけるときはとにかく一緒なんで、とにかく旅行に行けば必ず、ね、一緒ですわ。ほら、あれですわ。うち子供いないんで。本当はね、私ね、猫大好きで、とにかく猫が大好き。でも子供の時からとにかく猫が大好きで、気がついたら猫なんだよね、あれね。でも我が家はね、全員猫好きだから、うちは、両親も、うちの妹も、みんな猫好き。で、今までね、何匹かもちろん猫飼ってるし、未だに実家には猫いるし、まあね、もう何代もね、飼ったけど、私も飼いたいんだよね、本当はね。うん、私の老後の夢、猫に囲まれて暮らすっていうのがね、老後の夢だったんだけど、どうもそれは叶えられそうにないなっていう感じですわ。感じですわ。なぜなら、うちの家人が猫アレルギー。知らんかった。知らなかったよ。そういうことはもう早めに言ってくれよっていう感じなんですけど、本当に知らなかったんですよ。で、ね、なんか一緒にね、住むって話になった時にね、老後の夢はね、私はね、猫を飼うことなんだ、猫に囲まれて暮らすことなんだ、なんつったら、それ無理だからって言われて、えっつって、なんでって言ったら、僕アレルギー、え
みたいな。そういうのはね、やっぱりね、あれだね。一緒に住む前に情報は取っとかないといけないね、もうね。本当に。もうね、ガラ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 って何かが崩れ落ちる音が聞こえました、みたいな。言われちゃったよね。でもそのことであれでしょつって、猫と僕とどっちが大事なのみたいな。言われちゃったらね、いや、猫って言えないし、みたいな。まあ、諦めましたわ、しょうがない。いやいや、夢はでっかくってことでね、例えば、じゃあ、大きな家をね、一軒買って、で、猫エリア作ったらいいっていう話をしたら、まあ、大きな家買えるんだったらねって言うけど、大きな家買えないんで、どうせ。買うとしたら、ど田舎に行かなきゃいけないんでね。うん。そしたら猫エリア作ったらね、来なきゃいいだけの話だからね、ここに。いや、もともとなんかアレルギーがね、ひどい人で、で、子供の時もすごくって、だけどなんか大人になってからだんだん症状は収まって、だけど猫だけ残ってるっつうんだわね。他のやつもいくらか残ってるけど、それほどひどくない。でも猫だけはどうしてもすぐ出る。なんで猫治らなかったのみたいな。本当にね、がっかりだわ。マジ猫欲しい。うちの家人は犬の方が好きで。でも、犬を飼う気はないんだよね。うん。なぜかっていうと、まあ、まず私が反対。反対っていうか、別に反対はしないよ。反対はしないけど、欲しい気は買えばいいと思うよ。だけど私は絶対お散歩行かないからねって。それが嫌なんですわ。もう散歩とかね、めんどくさい。うん。犬を散歩に連れてくとかね、毎日ありえないわと思って。うん。で、彼はそれがしたいから、犬が欲しいらしいんだけど、飼うとしたらね、もちろんね。で、犬好きなんですよ。だから、彼の家族はもともと犬好きだから犬ばっか飼ってる。犬が欲しいって言われても私はどうぞお好きなようにで自分で世話できるんだったらどうぞっていう感じですわ。仕事でダメだから、行けないから散歩行っといてとかなしね、みたいな。うん、それやるんだったら無理ですっつって。私は行きませんと。私はそれが嫌だから犬嫌なんですっていう話だから。なんでね、私はね、犬無理なんで。うん、マジで。だから犬飼うんだったら、ちっこいのにしてくれっつって、散歩行く必要のないちっこいのにしてくれっつって。そしたらちっこい犬は嫌なんだわな。やっぱり。中型か大型かだからね。やっぱ散歩行けるような犬じゃないと嫌だから。私も猫飼えません。あなたも犬飼いませんねっていうことで。でもまあ、もともとね、動物飼っちゃうと、ほら、旅行とか行くとき大変だから、だからそれでもね、いらないっていう感じだからいいんだけど、うん。一番最初の猫との出会いとかね。あれ、本当にわかんないよね。子供の時ってどうやって刷り込まれるんだろうね。犬が好きとか猫が好きとかね。わかんないんだけど、一番最初に私が家に猫を連れて帰ってきたのを覚えてるんだよね。あ、なんかボコッとなっちゃった。ここ。まあ、いいか。ちょっと気に入らないな。ちょっとね、ほどくよ、一回。そう、初めて家に猫を連れて帰ってきた時のことを覚えてる。小学校1年生、2年生ぐらいかな。近所の子っていうかその辺にいた子供たちがなんか猫を、見てて、で、なんじゃと思って私は顔突っ込んでですかね、あれしたら、生まれたばっかですよ。本当に1ヶ月経つか経たないかの猫が2匹捨てられてて、で、かわいそうだからって、やばい、逆だ。で、かわいそうだから、引き取れませんかみたいに言われて、でもほら、にゃんこ好きで、しかも2匹だったんだよ。2匹おったんよ、そこの箱の中に。箱の中に2匹いて、で、それで、私もあんまり考えないで、でもかわいそうだから、で、猫好きだし、で、それをね、持って帰っちゃったんだよね、そのままね。わかったー、なんつって普通にね、持って帰っちゃったら、もう玄関ですぐですわね。何そんなの持ってきたのつってお母さんに言われて、ダメよっつって、今すぐ捨ててきなさいってなってね、今考えたらちょっとね、捨てるんだ、あれを捨てるなんてちょっと考えられないんだけどさ、ちっちゃい猫をね、捨てるってね、よくお母さんもあんなこと言ったなって今思うんだけど、本当にね、生まれて、これ後で切っときゃいいわな。生まれて1ヶ月経つか経たないかの猫なんだけど、これあった場所に戻したわ、そのまま持ってって。もう泣く泣く。うん。だって玄関入った途端にもう両手にこう握ってるわけですよ。一匹ずつ猫をね。どこでもらってきたのそんなのつって。戻してきなさいって言われて、ひーっつって、泣く泣く。うちの近所の空き地だったんだけど、そこに戻したわ。あの後どうなったかわからんけどね、本当に。今考えてもちょっとかわいそうだったけどね。捨てるって嫌だね、本当にね。うん。まあね、あの時はね、まだね、ちっちゃくてよくわかんなかったしね、なんていうの
断るっていうことを知らないっていうかね、かわいそうだからって連れて帰ってきたらダメ言われる。でもあれですよ、あれですよ、うちで初めて猫、飼い猫として迎え入れた猫は、その2年後とかにあれですよ、迎え入れた、初めての猫。だから、ね、まあ、あの猫、最初の猫もすごくお利口さんで静かで、とってもいい子ちゃんだったけど、でもちょっと赤字にしちゃったんだよね。だけど、なんか、それがあったから、なんて言うんだろうな。だったら、2匹、なんていうの、育てておけばよかったなっていうのは常にあるんだよね、今もね。あの2匹。本当に。だって本当にすぐだったんだもんね。すぐっていうか、本当に2年後とか、そのぐらいからうち猫、常に飼い始めるようになったから、だからね、それをね、考えるとね、いやー、あの2匹の猫を育ててあげればよかったなって、育ててあげられなかったのかなってね、ちょっとね、残念な感じ。まあね、しょうがないね。それまではね、だからちゃんと飼うっていうことになるまでは、なんつうの、野良猫さんが我が家にこう遊びに来たりとかっていうのはね、ちょこちょこあったんだけど、ちゃんと飼うっていうのはなかったんだね、それまで。で、飼うことにして、そっからもうほとんどいるわ。ずーっと。まあ、ブランクがあった時期もいくらかもちろんあるけど、それでもまあ、いるわ、ずっと。何らか。で、それで言うと今何代目だ？ 1 代目、2代目、3代目、4代目か。4代目の猫が今いるけど。まあでもね、私もあんまり飼えないからね。あれだわ、一緒に住んだのは2代目までだわ。3代目はもう近寄ってこないし。で、4代目、まあそういう気性だったからしょうがないんだけど。4代目はね、あれですわ。最初ちょっとあれだわ。警戒するけど、すぐ慣れる。人懐っこいから、もともとの性格が。いやでもね、ほんと、猫欲しい。本当に猫欲しいわ。ねえ。どうにかして飼えないかな。まだ諦めてないっていうね、実は。どうにかして飼えないかな。なんてね。でもまあ、アレルギーだからね、しょうがないっちゃしょうがないよね。アレルギーの人に無理強いすることできないし。ただ私の友人にもアレルギーだけど、猫好きだから飼ってる人いるけどね、猫アレルギーでね。猫アレルギーだけど猫が大好きっていう人が猫飼ってますよ、ずっと。どうしてんのって感じなんだけど。だってあれですよ、うちの家人もね、だから犬に対してのアレルギーもいくらかあるんだよね。だから長いことその犬と戯れていなくって、急に犬を触ったりするとアレルギーちょっと出る。でもそれほど強い症状じゃないから大丈夫だけど、猫は途端に出るね。くしゃみしたり目真っ赤にしてくしゃみ始めるわ。これじゃちょっと無理だなっていう感じなんで。だからね、人ん家行くでしょ、猫飼ってる家ってあるでしょ、行くとね、あれなんだよ、触るなって言うわけよ。猫触るなって。みたいな。私猫好きなんすけど、みたいな。もう目の前に人参がぶら下がってんのに食えないっていう状態ですわ。ほんと辛いよ。触るんだったら家帰ってくるな、みたいな。本当にそういう感じなのね。わからなくもないけどさ、気持ち的にはさ。でもさ、大好きな人にだよ、猫が。触るなってさ。そこまで書いて、ちょっとね、内緒で触るしかないよね。そっと触って誰が猫飼ってくんねえかなしたら私いくらでも世話しに行くのになと思っちゃうぐらい、本当に。まあね、そんなわけでね、私は、だから、実家に帰ったら、ほんのりだからね、猫を触らないことに慣れちゃったんだ、逆にね。だから猫を触らないことに慣れちゃったから、実家に帰ってもそれほどうんとは触らないし、あれなんだけど、でもやっぱりね、猫動画とか見るとね、もうね、モフモフしたいなーって欲求が、モフモフ欲求が止まらなくなっちゃうんだよね。だからあんまり猫動画見るとね、デンジャラスなんですよ、私にはね。モフモフ欲求が止まらないって感じで。顔うずめたい。胸毛に、腹毛に、みたいな。顔うずめたい。
たまに本当に何年かに一度うちのだからその家人もね日本の私の実家に行くわけですよと。本当にまあ今までそんなにないっすよ。そんなにうんと返せないけど、干すとね、それでも猫触るな言うんだよね。本当に実家にいるのにだよ。信じられないよね。だから来んなって感じだよ本当。猫触るなとかさ、猫部屋に入れるなって、まあ部屋に入れるのはまだわかるけどね、まあもともと和室なんで入れないけど、あんまり触るなってどういうことみたいな。楽しみ半減だよね。だから私は日本に来る時、日本に帰る時はあまりうちの家人を連れてきたくない。来たいって言ったら連れてくしかないから行くけどさ、猫触るとか言うなって話だよ。触るなって。どういうこと？本当に。そうなるとね、やっぱりね、連れてきたくなくなっちゃうね。本当に。いいんだ、別に。行きたいって言わない限り連れてこうと思わないし、行きたいって言っても制御するぐらいだから。よし。はい。とりあえず5段編んでみました。1、2、3、4、5。5段編んでみたけど、まあとりあえずね、まだ全然足りない感じなんで、とりあえずあともう5段編んで10段にしようかなと思います。なのでね、このまま続けていきます。ね、ちょっとこの辺が縮んでるかなっていう感じもなきにしもあらず。まあでもね、デミ君はね、デミ君ちゃんと入るんで大丈夫です。入ればいい。そうだよね。巾着の送る道よりも寝袋だよね、本当にね。寝袋って感じ。いいんじゃない？頭までスポット入って閉めちゃうよっていう。紐で閉めちゃうみたいな。そう、だからね、ビーチとか行っても一緒にね、あれですわ。日光浴ですわ。さすがに日焼け止めはね、塗れないけど。塗ったら怖いわ。そうなんだ、私紫外線アレルギーだからね。ねえ、本当に紫外線アレルギーなんて若い時はバリバリに焼いて本当にもう真っ黒で、あなたどこの国の人ですかみたいな、本当にそのぐらい私真っ黒系になる人だったからね、子供の時からね。本当にね、真っ黒好きだったわけですよ。今なんだっけ、ほいで昔言うとこのなんとかなんとかってほらあんじゃない、なんとか人形とかね、そういうぐらいよ。で、なんとか散歩とかね。ああいうあだ名がつくぐらいのそういうぐらいの真っ黒でしたわ。真っ黒な子だったわ。本当に。それはね、あれですよ。20歳を過ぎてからも真っ黒でした。でもね、焼きすぎちゃったんだね。あれね。あれ花粉症と一緒だからね。本当にね。紫外線アレルギーもね。いつからだっけかな、今何年だっけ、今20年でしょ。いつぐらいからかな、10年ぐらい前かな、気がついたの。最初分かんなかったんだよね。で、どうもかゆいなと思って、10年ぐらい前にバカンス行った時にやっぱり、なんかかゆいなかゆいなっつって。でもそれまでもなんとなくおかしいな、おかしいなと思ってたわけよ。夏になるとなんかかゆくなるって。でもあんまり気にしてなくって、でまさかそれがね、日焼けだと思ってないわけよ。だって本人今までバリバリ日焼けしてたんだからさ。美肌何それ美白何それぐらいの勢いだったんで、美白なんてありえない私にはっていうね、本当に。だって本当だよ、夏なんか焼こうと思ってなくたって外15分歩いたらはい焼けましたみたいな、もう本当にすぐ焼けちゃう人。もうメラニン色素活発すぎみたいな。だからね、うちの家人なんてほら、もう半年かけてゆっくり焼いてようやくなんか肌の色が濃くなってきたなーって感じなのに、私なんかそれをね15分焼いて起こすみたいなねさっさと追い越しますみたいな。でそれで自分気づかなくて、でやっとねとある場所にバカンス行った時に足の甲にすごいできたわけよ、バーっと。でなんだこりゃってなって、ものすごく痒くてもう眠れないぐらい、気狂いそうなぐらい痒くなって、でなんだろうなんだろうっつって言ってて、そしたらね、その時にね、いや、でももしかして紫外線ってちょろっと思って、でね、それでね、まあビーチバカンスだったから、まあこう水着着るじゃないですか。で、水着着て、で、あれですわ。クリーム塗るでしょ、やっぱり。どんなに焼くっつっても、私は日焼け止めクリームを塗って焼くタイプなんで、日焼け止めクリーム指カットのやつね、一番高いやつつけても焼ける人だからさ、もちろんね。で、それをつけて焼くんですわ。焼くときは。で、別に焼くつもりないんだけど、それを塗りたくって、
で、水着着てね、こう一日中、ちょっと離れた島に行ったからね、それで遊んでたわけ。で、まあ、あまりもちろん焼かないようにはしたんだけど、でもまあ、日光浴もね、ある程度しないと、やっぱね、ほら、ね、体のためには良くないんでね、ずっと日に当たらないのも、紫外線に当たらないのも良くないから。で、まあ、チャンスと思って少し当たってたわけ。そしたらさ、夕方になって腹がかゆいわけ。俺、お腹かゆいのなんだって思ったらさ、ちょうど、塗り忘れの、お腹のところに塗り忘れのエリア、三角形になったエリアがちょうどできてて、なんでこうなったって感じなんだけど、どうもなんか塗ってる時になんか塗り忘れエリアがあったらしくて三角形になってたわけ。で、それを見て、あって。だから本当にそれ以外もうクリームをね、塗ったところはね、全然出てないの。症状が。出てなくて、全然痒くないし、クリーム塗れば大丈夫なんだけど、で、クリーム塗ったところは全然痒くなくて、赤くもなってないんだけれども、塗ってないその三角エリアが赤くなってかゆいわけよ。それで気がついたっていうか、それで何て言うんだろう、自分で、あ、やっぱり紫外線アレルギーなんだって、そこで確認したって感じ。で、一応帰ってきた後に皮膚科に行って相談したら、ああ、じゃあきっと紫外線アレルギーだからつって、いやもう三角のおかげですよ、本当に。お腹に塗り忘れた三角形のおかげで。あんなことあるんだな、でもな。うん。というわけで、さあ、白いのがあったんで、新しい。これはね、まだね、あとね、だからこれ合わせてね、まだ2玉あるんですよ。うん。だからとりあえず、もう大事に大事に。なんつったってね、まあ使っちゃうけどさ、最終的にはさ。うん。とりあえずでもあと、これともう1玉あるんで、うん。何作っていこうかな、最後ね、本当に。まあでもね、多分これで作るのはね、やっぱこういう、あれだね、袋系になるんじゃないかな。うん。すごくいいんだよね。この、なんて言うんだろう。この感触といい、この編んだ時の薄さといいね。うん、私の好みなんで。さて、ここだ。ここ。いやー、ほんと、これが、店で買えなくなるのは残念。最後はね、どうしようかね。やっぱこの前と同じにしようかな。64でしょ？ 64 だから何で割れる？ 8 で割れるんだから4つずつ。あ、この前と同じ感じになるね。この前と同じにしようかな。3個中長編みで1個鎖で穴開けてって、で紐を通す。あれこれ立ち上がってないじゃん、私。ここ立ち上がってなくない？立ち上がってないね。うん。なんか気に入らないね、やっぱり。ちょっと戻るわね。まあこういうハプニングありますわな。なんで立ち上げてないんだろうね。でもね、そうそうそう、だからね、今日なんかも話してたんだけど、とにかくね、ヨーロッパはね、またあれですよ、あの拡大してますわ。第2波っていうの、例の流行り病が。本当に。だからね、フランス人で、こう、ちょっとほら、出かけてた人、旅行とか、もうほら、さっさと旅行に出てた人、スペインとかイタリアとか、あとはだから、北アフリカのね、チュニジアか、行ってた人が帰ってきて、その中から感染者がボコボコ出てるわけ。だからもらってきてるわけよ。でそんなんいっぱいでさ、でどんどんまだ感染してって感じで、なんかね、以前みたいに外出禁止を全体でバッとするってことは多分もうないんだと思うのね。経済的影響が大きすぎるから。でそれやんないけど、でも地域ごとでちょっとちっちゃく外出禁止みたいな、どの単位のね、地域でやるかわかんない。市単位なのか、県単位なのかよくわかんないけど、でもそういう単位での外出禁止みたいのはあり得るみたいで、いつになったらみたいな、本当に。まあ、まず終わんないよね、でもね。終わるとは思ってないけど、でもそうやってさ、遊んできて帰ってきた人たちが持ち帰ってきてさ、自主隔離とか、帰ってきた後の2週間の、それをさ、義務付ければいいのに、そんなこともしない、住所も聞いておかないで、そのまま家に帰して、はい、後で発覚しましたなんて、もうたどれないわけよ、そうなったらさ。フランスも結構そういうところはさ、いい加減でさ、全然後追いしてないよね。うん。全然何のコントロールもしてない、国境で。空港でも。で、
隣っていうか周りの国、そんだけ持ち帰ってくるってことはそこで流行ってるはずなんだけども、全然一切データが出てこないって感じ、まともな。だからスペインなんかあれで言っちゃっちゃ、多分あれですよ。検査しないですよ、全然。だから全然もう数字が出てこないわけ、正しい数字が。で、帰ってきた人結構感染者がいるみたいな。だからね、ヨーロッパやばいっすよ、マジで。本当に。ヨーロッパやばいっす。本当いつ帰れるんだろう、こんなの。こんなんで。で、みんなね、だからね、ギリシャはそんなに数がいないからっつってギリシャに行く人いっぱいいるんだけどさ、ギリシャ行きたいけどね。ギリシャ、ギリシャ行きたいけど。でもさ、で、ギリシャはさ、観光業しかさ、めぼしいものがないから、やっぱり観光客来てほしいからさ、ね、フランス人にだって来てほしいわけよ。でもそれで病気入ってきたらね、もう流行り病が流行ったらどうすんのっていう感じなんだけど、とにかくもうね、いやギリシャはほら、もともとほら、最先端の国でさ、ずっとほら、国が倒産するみたいな、そういう話だったからさ、観光業成り立たないとあそこは生きていけないから。ほんとね、何年前だっけな、あれな、ギリシャ行ったのな。5年ぐらい前かな。5年ぐらい前に行ったんだけど、とにかく、もう、経済回ってないよねってのはよくわかる。うん。もうね、とにかくね、店とかがとにかく閉まってる。日本でいうとこのシャッター街があるみたいなぐらい感じで、こうなんていうの、街の中心部は開いてるけど、ちょっと離れると店がシャッター街だよね。だから、ね、閉まっちゃってるっていう、商店閉まっちゃって、そういうところが結構ちょぼちょぼあって、だから見るからになんて言うんだろうな、ああ、厳しいんだなっていう感じ。だからあんまり活気もないしさ、観光客だけが頼みって感じだから、あそこは。そういう感じだった。ギリシャもね、いい国だと思うんだけど、旅行するにはね、だから観光客が来てくんないと困っちゃう国っていうのはね、弱いよね、やっぱりね。なんかあった時に経済やられちゃう、すぐ。もともとだからあそこはダメダメだったからね、ヨーロッパの中でも。で欲しくてしょうがないわけよ、観光収入が。だからさ、国境を開けて観光客呼び込むはいいけど、確かにだから、なんていうの、流行り病もそれほどでもないから、他の国に比べたらね。だからお客さん呼び込めるとは思うけど、でもそれで大丈夫なの本当に、オタクの国みたいなね。ねえ、ほんとやばいよ。今年の夏ヨーロッパまだやばいわ。全然落ち着かないって感じでね。そんな無理やり日本に帰るつもりもないしさ。だってね、日本に持ち込むのも嫌だし。まあ自分はね、とりあえず今のところ大丈夫ですよ、全然ね。大丈夫なんですけど、だけどね、ほんと、あんなよそから帰ってきた人の中からね、流行り病が出ちゃうとね、びっくりしちゃうよ。よその国どうなってんのって。ほいでいて、それを全然国境でコントロールしないフランスにもね、どうなってんのって話なんだけど。いい加減ですよ、結構、海外。ヨーロッパ。マジで。こっそり言いますけどね、いい加減です。はい、とりあえずね、ここまで、9段までは見ました。でね、今ちょっと測ったわけ。こうやってね、測ったわけ。こう。そしたらちょうど今23センチ。で、ここで、中長編みで、あれを作ってね、穴を作って、で、この後25センチまでまた上げていこうかなっていう感じ。なので、ここで中長編みを入れて、穴作ってきますわ。これもでもね、もうね、今日中に終わるからね、嬉しいわ。やっと終わるわ。ここ、ちょっとずれてないかい？私の思ったところよりはずれてますな。はいはい。ここに3個入れちゃったからだ。よし、ここ2個。ここに2個。で、ここが鎖。で、ここからですね。はい。まあ、そんなことはね、よくあるわ。よし、ここまで編んできたよ。でも後半はあれじゃない？なんとなく、あれじゃない？なんかすんなりきてない？そんなに。まあ、ちょこちょこ1段ぐらいはほどいたりしてるけど、ね、ここまで来ちゃったらね、もうどうにもならないからね。そりゃすんなり進むよね。ここまで来て、っつって、ね、ほどくっつうのもね、見てる人もげんなりだよっていう話だよね。またか。げんなり。
今日も実はね、工事の音がブイーンってやってて、その隙間を縫って撮影してるんだけど、さっきはゴミの収集車も来てて、すっごいガッシャンガッシャンすっごいうるさいから、あの時撮ってなくてよかったと思ったけど、ガー来てガッシャンガッシャンっていう、なんか大きいシステムだからさ、なんつうの、道路の脇にもう直接ゴミ箱が埋め込んであるんだよね。でそれをこうなんつうの、ゴミ収集車がやってきて、そのまま地面の中に埋まっている大きい箱、なんだろう、一辺が何メートルぐらいあるんだろう、2メートルぐらいずつあるのかな、一辺が2メートルぐらいずつあるような感じの箱なんだけど、そんなにないかな、1.5メートルわかんないけど、でも相当大きいよね。容量としては悪くないっていうか、結構あると思うんだけど、でそれをさガーッとあれですわ、車でバーッと来てこう掴むやつでガッコンってゴミ箱を引き上げて、でトラックっていうかそのゴミ収集車の後ろにビョーンと持ってってブワシャーンって広げてバサバサバサって落としていくタイプなんだけど、それの音がすんごいうるさい。手間はね前より省けてるんだと思うんだよね。だけどまあだから便利なの、誰でも捨てられるからね。別にうちのそのアパートに住んでる人じゃなくてもそこ通る人だと誰でも捨てられるから、だからね便利っていう便利だから、そのなんていうの、管理人さんがゴミ箱出したりっていうことがなくなって、それもないしね。だからね、だから設置型になったんで、道路とかあのあの地下っていうか土の中にうん、うちの方はもうみんなそうだったね。便利っちゃ便利だけど、リサイクル用の箱と普通の生ゴミ可燃物系の箱と、あともう一個瓶缶の箱があるのか、箱っていうか投入口があって、そこからボコボコ落としていけば地下に埋まってる箱に溜まってくっていうね、そういうシステムね。フランスはさ、基本的には自分家の前に出しとくと収集車が来て持ってってくれるシステムだったんだけど、でアパートとか集合住宅の場合は集合住宅で箱っていうかそのゴミ箱1個2個みたいな、そういう感じだけどね。だから日本みたいな収集場所みたいなのあるわけじゃないから。でもうちの近所はそういうシステムになったから、まあそれに近いよね。だからね、日本のね、一点集中じゃないけど、各家庭の前に出しとくっていうよりは、もうまとめて何箇所かあるそのゴミの入れるボックスのとこに捨てに行く感じだよね。まあでも大体大きなアパートの前には設置されてるって感じ。あれでも個人住宅とかどうなってんだろうね。わかんないけど、悪くないシステムだとは思うけど、ただうるさい。よっぽど前の方が時間かからないでバーッと来てバーッと積んでってガコーンってやって持ってっちゃうから。でも今はね緻密な作業になるからね。そうだからこうやって持ってきてガシャーンってゴミを開けた後のやつをまたこうやって戻してきて、そのゴミ箱が入ってたところに収めなきゃいけないわけじゃん、こうやってあれだから結構な技術だよねまあでもトラックの運転手とかそういうの慣れてる人とかってすごいいいよね。でもね、日本もね、なんかそういうのテレビ番組見たことあるけど、そのクレーン扱う人のクレーンなんかな、わかんないけど、そういう細かい作業、ああいう道具ってか、なんつうのね、ああいうの使ってやる人の熟練度っていうの技を見たことがあるけど、すっごいテクニック。みんなよく上手に入れてるよ。来るとちょっと時々眺めるんだけどね、うまくはまるのかななんて思って見てると、まあみんななかなかガコガコっつってうまくはめて、時間はかかってるけどまあ楽になって収集箇所っていうか、いちいち止まる場所は減ったけれども、1回に費やす時間は伸びたって感じじゃないの。でもあれ多分ね、まあどうでもいい話だわゴミの収集の話なんてね、どういう話してんだっちゅうね。はい、ここまで編んできました。ちょっとね、測るわ。ね、これ。どうよ。これ24センチだわ。25センチまでやる？どうしようかな。ちょっとね、はい、どれ？こんな感じ。そうだね。やっぱり25センチまでやった方がいいね。で、ここに入れてきたんで、ここでまあ頭が絞れるかっつったら、まあ絞ることはできるっしょ。
多分ね。ちょっと入れてみるね。もうちょっと上が良かったなってことになってるしね。紐通す場所が。その可能性あるんだよね、でもね。どうよ。あ、全然大丈夫。閉まるじゃん。あ、じゃあもういらないね、こんなにね。どうせ足が潰れて先行っちゃうから、もうこんなもんでいいかな。これで終わりにしようかな、じゃあ。25センチ予定だったけど、まあ24センチ、4センチで止めてもいいんじゃない？ほら、見て。ほら、見て。はい、じゃあ終了していこう、これでね。はい、じゃあこんな感じで、ここまでできたので、ここで止めようと思います。終了。イエーイ。終了ですわ。で、最後きれいにしますよ。なので、ここですわ。はい。よし。ね、これで、ここで終わり。イエー。はい。じゃあね、あとは、針で糸処理して、で、紐作っていく。紐作って、そしたら終了じゃん。すごくない？ちょっと終わるわ。やった。感じでいいかな。はい。同様できたわ。あと紐通すだけだわ。ね。ちょっと広がってるけどね。でもこれ絞っちゃうからどうせ。まあでもこれで絞ったらそんな気にならないと思うから。ね、伸ばせばいいんじゃない？こうやって。どうよ。伸ばしたらそんなに気にならないね。紐通したら気にならない。よし。じゃあちょっとね。紐を通す前に、靴下みたい。はい。というわけで、ここまで、できました。もうすでにね、これ1本出来上がって、2本目、もうちょっとで終わり。でこれでね、今回は白い紐じゃなくてね、色の方の紐でした。ね、これもいいかなという感じで。ねこれを通したら、一応、終了になる。ねえ、嬉しいわ。もう、どんだけ時間かけたんだってね。さあ、どうよ、長さ的に。同じ長さになったらいいかな。あ、いいんじゃない？どっち？こっちがもうできてるやつ？もうできてるやつ。大体同じぐらいになったかな。あ、まあ、ぴったしだわ。ぴったし。ぴったしですわ。じゃあ、ここで終了。ね、終了にして。はい、じゃあもうこれね、ここで。よし。ね、これ終わりだわ。通したら終了だわ。いや、やっとここまで来た。終了が見えてきた。嬉しい。だってさ、何日間かけて何日間かけてっていうか最初2日ぐらいなんかこう確か考えたんじゃなかったかな。動画見たら動画をおさらいしたらわかるかな。ね、迷って2日ぐらいどうするか悩んで編み始めたはいいものの、でも最終的にこれに決めて、ね、モザイクにする、ね、モザイクでやるって決めたらね、あとはすんなり。あとはすんなりですよ。なので、これでね、出来上がり。ね、なんかまた欲しく、ね、違うのが欲しくなったらまた作ればいいかなってね。そのぐらいの臨機応変というか、そのぐらい緩い感じでね、しておかないと、なかなかね。あ、一本残しておけばよかったかな。まあいいや。はい。で、これでこことここ。はい。じゃあ、ここからね、入れてって。うまく出るかな、数。あ、でも大丈夫か。奇数、偶数だから大丈夫。これでいいよね。同じところからは出てないけど、でも別のポイント大丈夫だよね。ちょっと試しにね、こっち側も入れてみるわ。紐の色がね、違うってのもまた可愛くていいかなって思って。白もいいけどね。こんな感じ。ほら、見て。できた。よし。よし、いいんじゃない？こんな感じで。じゃあちょっとね、結ぶね。ちょっと、よかったわ、これ。茶色にして。この紐。ね。
紐白じゃなくてよかったかも。まあ、白もいいけどね。白もいいけど、今回はカラーにしてよかったかも。よし、できた。どうよ。どうよ。できましたよ。はい。ちょっとこれね、きれいに片付けて、こんな感じです。じゃん。じゃんじゃんじゃん。こんな感じ。画面に収まんないからね、縦にすると。きれいに。どうよ。こんな感じ。じゃあね、ちょっと早速ね、入ってもらいます。はい。君の寝床ができました。嬉しいか？うんうん。よし。これはね、こう入っていただいて。ほら、ぴったし。これで、どうすか？入りました。はい、今、なんか棺桶みたい。いやいや、そんなことない、そんなことない、そんなことない。そんなことないですよ。ね、これ、ちょっと、これもね、一応、どうよ。ほら、ちゃんとね、縛れるし。あ、これいいわ。ほら、どうですか？こんな感じ。死体袋みたい。いや、そんなことない、そんなことない。うん、そんなことない。うん、そんなことないよ。はいはい。ね。で、こうやってね、こうやってほら、こうやって出しとく。顔だけ出しといて。でね、これね、例えばね、飛行機の中にね、連れて行った時とかは、こうやってさ、出しといて、こうやって吊るしとくわけよ。ビヨーンつって。こうやって。こうやって。そしたらね、彼もね、こうやって外に出ててね、私とね、こう顔合わせられるでしょ。ね。お出かけした時はこうやって、吊るして、吊るして、うん。なんか首吊りみたい。そんなことない、そんなことない。うん。そんなことはない。そんなことはない。大丈夫、大丈夫。ね。なんならこうやって出してあげればいいからね。こうやってほら、手出してあげたらもう大丈夫よ。バッチリ。ほらね。このスタイルが一番好きです。手出してあげて。ほら。これだったらね、ほら。ね。いい感じ。こんな感じで。うん。どうすか？ね。こんな感じで。かわいい。かわいいね。いいじゃない。よかったね。うん。よかったね。おい、よかったね。うん、あ、もう寝てるわ。しょうがない。まあいいや。というわけで、じゃあね、今回はこんな感じでね、一応、死体袋じゃない、寝袋です。デミ君のね、寝袋ができました。ね、もうお休み中なんで、もう起こさないようにね、静かにしてあげて。というわけで、じゃあね、次の旅行からはね、この袋に入れてあげて持っていこうと思います。じゃあね、今回もね、長い間つかまあ、ぶち切りですけど、ぶつ切りですけど、数日間にわたってね、いろいろ試行錯誤した結果、こういう感じの袋ができました。はい。死体袋、寝袋。はい。できたんで、まあちょっと、これはさ、満足してます。ね、かわいいかわいい。ね、よかったね。はい。はいはいはい。というわけで、では、今回も、ここまで見ていただきまして、どうもありがとうございました。次回またね、よろしくお願いします。では、さよなら。